経営、奥の細道。Presented by Ed Hawk。今回のテーマは、株式会社の起源です。遠く、大航海時代まで遡って調べてみましょう。日本企業の約 95% が株式会社です。持ち分会社はわずかに 5%。その中の 92% は合同会社で、1% が合名会社、7% が合資会社です。興味深いことに、株式会社の起源には、合名会社や合資会社の機能が深く関係しています。まず、いくつかの言葉を整理しておきましょう。株式会社は、出資者である株主が有限責任であるため、大きな資本の調達が可能でした。出資者は、経営には関与しません。一方、合資会社、合名会社は、無限責任社員を含むため、家族や友人など、関係が深い人が運営します。出資者は、経営にも携わります。それでは、合名会社、合資会社の機能を経て、株式会社の始まりとなる経緯を具体的に見ていくことにしましょう。まず、この古い地図をご覧いただきます。ローマ時代には、かなり正確な地図が描かれるようになっていました。この頃、世界の中心はヨーロッパ、大海原と思われていたのは地中海です。帆船の絵が描かれていることからも、すでに航海は盛んに行われていたのでしょう。でも、よくわかりませんね。こうするとわかりますか？この頃は、北と南が逆に描かれることが多かったようです。現代の地図を重ねてみると、よりわかりやすいですね。16世紀になると、地図には大きな変化が見られます。地図には多くのラインが引かれています。これは、羅針盤の発明と高い航海技術による大航海時代、幕開けの証とも言えるでしょう。船舶は大型化するに従って、地中海を中心とした帆船による交易が次第に遠洋へと広がります。中世ヨーロッパでは、昆面だと呼ばれる資本家がいました。船による貿易は、長期の航海になることもある大きな事業ですから、潤沢な資金が必要です。昆面だは、船舶所有者に資金を提供して、貿易による利益の分配を得ます。昆面だは、貿易事業には直接携わらずに、投資により利益を得ます。14世紀には、資本を持ちながら、自らが事業をする、ソキエタスが現れました。ソキエタスは、ファミリー経営、現代でいう、合名会社に近い形態でした。間もなく、昆面だは、ソキエタスに資金を提供し始めます。潤沢な資金を手にしたソキエタスは、強大な力を持つ、マグナソキエタスと呼ばれる規模になります。これにより、組織形態は、現代の合資会社と同じようになりました。いわゆる、無限責任のソキエタスと、有限責任の昆面だが混在した組織になったわけです。マグナソキエタスは、事業の拡大とともに巨大な富を持ち、政治や経済、さらには文化にも大きな影響を与え、イタリアは、ルネサンス時代を迎えます。事業規模の巨大化は、大きな利益をもたらすと同時に、大きなリスクももたらします。リスク回避のために、有限責任の構成員だけで運営される組織が望まれるようになりました。有限責任の構成員だけで運営される、初めての会社は、1600年に設立された、イギリス東インド会社、でした。しかし、航海ごとに出資者を募り、航海の終わりで利益を分配する、当座企業であることは今までと変わりません。ジョイントストックカンパニーと呼ばれます。1602年には同じようにオランダ東インド会社が設立されます。しかし、オランダ東インド会社は航海ごとに事業を生産するのではなく、利益の一部を再投資して次の航海へと継続する。いわゆる継続企業だったのです。これがオランダ東インド会社が世界で最初の株式会社と言われるゆえんです。造船技術が進み、船足が早まったこと、航海技術が発展、特に羅針盤の実用化により、沈没の事故が減り、事業の継続が可能となったことなどによります。
他にも、こんな理由が重なっていたと言われています。オスマントルコ帝国の拡大で、陸路貿易が困難になったこと。造船技術が進み、高速船が建造できるようになったこと。新航路の発見が相次ぎ、植民地が広がったこと。などがあると言われています。オランダ東インド会社の成功は、ヨーロッパ各国で次々と東インド会社を設立させました。大西洋航路の貿易を専門とする西インド会社も続々と登場します。ところが、当時の東インド会社、西インド会社は、現代の株式会社と決定的に異なる点がありました。すべてが、特許会社、直許会社でした。国王、女王の直許、または国家行政の特別許可状を持ち、貿易の独占権を得ていたのです。したがって、民間の誰でもが株式会社形式で事業を行えたわけではありません。ところで、当時の海洋貿易は一体どのようなものだったのでしょう。特徴的だった三角貿易について見てみましょう。大西洋を挟んでヨーロッパ、アフリカ、アメリカの航路貿易を大西洋三角貿易と呼びます。大西洋三角貿易は皆さんもよくご存知の1492年コロンブスのアメリカ大陸発見から始まります。西インド諸島やアメリカ本土では原住民を使って綿花、サトウキビの栽培をさせ大規模プランテーションを構築していきました。プランテーションで栽培した綿、砂糖やサトウキビはアメリカからはヨーロッパの国に輸送されます。ヨーロッパでは輸入した綿から織物などの繊維製品を製作します。サトウキビからはラム酒を生産、それらと武器をアフリカに輸出します。アフリカからは黒人奴隷をアメリカに運んで綿花、サトウキビの栽培をさらに拡大します。黒人を使ってプランテーションは巨大化し、ヨーロッパには大きな富をもたらしました。16世紀から19世紀までの長く、こうした奴隷貿易は続きます。奴隷貿易での黒人奴隷たちの船内の配置図があります。少し拡大してみましょう。お分かりになりますか？いかにしてアフリカから人々を運んでいったか。植民地となり、奴隷となった多くの人々の犠牲の上で、当時のヨーロッパは発展していました。皆さんの事業の成功のために、ぜひともチャンネル登録をしていただき、次の課題に進んでください。